今回は福井県の越前水仙ランドの越前岬灯台のところへやってまいりました。こちらで何をするかっていうと、オーライトから出ましたウォーリアーウルトラっていうこちらのライトのご紹介でございます。実際にここで照らしてみてどのように映るか、灯台があるんですけど、灯台には負けるとは思いますけども、そのようなレビューをしていきたいと思います。でこのウォーリアーウルトラっていうのはタクティカルライトになっておりまして、平たく言うと戦術用ライトっていう感じになっております。このようなここにテールスイッチがありまして、これを押すことによってこういう動作をするようになっております。で握りもね、こんな感じでテールスイッチを使って駆使するような感じのライトとなっております。なんでいつも使ってるようなライトと違って、このブワーッと照らすっていうわけじゃなくて、戦術的な感じで使うという感じで、そういった観点でいっぺんちょっと照らしてみたいと思います。でちなみになんですけども、今これアークプロも持ってきたんですけども、背光特性を見てみましょうか。アークプロはこのようにワイド光になっております。でこれがウォーリアーウルトラになりますと、このタクティカルライトになりますとこのような感じ、かなりね集中スポット光になっております。ただいまウォーリアーウルトラだけに照らしておりますけども、この上からアークプロのワイド光フラットライトですね、こういう風な感じでかなりこうやって集光されております。ですから明るさが集中してますから、すごく眩しく感じると思います。このようなスポットで映ってるのがタクティカルライトの特徴かなと僕は思っております。例えると他のオーライトの製品でいうとシーカー4とかあの辺ですと、このようなスポットではなくフラットまではいかないけども、もうちょっとワイド光の感じになってますんですけど、タクティカルライトとしてのウォーリアーウルトラは今ミドルモードですけども、ロー、ミディアム、ハイとありますけども、こうなんていうかスポットでね集中して照らして、なんか周りに光を漏らさないってわけじゃないですけど、そうやってもう、その辺も戦術的な光り方なのかなと思います。では建物を向かってですけど、ちょっと遠いんですけども、今ローです。でミディアム見えるかなでハイでございます。ちょっと見にくいかな。今ちょうどねこちら水仙が咲いてるんですけども、このように照らしてますけども、こうやって今ハイモードでございますね。800ルーメンかななっております。建物もこうやって映し出しておりますし、灯台もこのように照らすことができます。建物はねここから結構遠いんですね。300メーターぐらいあるかな、ちょっと離れてますんでちょっとぼんやりとして見えますけど、私からは結構見えております。でターボもあります。ターボやります。ターボしますと結構映ってますね。このように映っております。でターボは2500ルーメンとなっておりまして、結構遠くまで照らしておりますね。はい、灯台を照らしています。ただこのターボはね短期間しか使えないんで、瞬発力はあるんですけどもずっと使えません。ですからそうですね、常駐で使うならばミドルモード、今がロー、ミディアム、ハイって感じですね。ハイモードで168分持ちますね。結構持ちますけどもね。で結構明るいでございますけども、この先の道も照らしておりますけども、でもこのライトはねどっちかっていうとめちゃめちゃ照らすというよりも200ルーメンのミドルモードで、13時間こうやって照らして、ほんと戦術ライトとして言うならば、長く持たせた方がいいわけですから、そういった意味ではミドルモードをこうやって使ってやるのがいいと思いますし、これ800ルーメンとはいえこのスポットこうなってますんで結構明るくなっております。今道路照らしてますけども、こうやって一部分を照らしていますんですけどね、十分かなとは思います。正直な話ローでもいいと思います。このめちゃめちゃ照らすってわけじゃなくて、長く戦術ライトとしては15ルーメンのローで130時間使われるんですけども、こういった使い方の方がこのライトとしてはいいかなとは思いますね。でいざとなればターボで瞬発力のあるこの光で照らすこともできます。でこの灯台を照らしておりますけども、これがねやっぱこういう背光ですけど、比較で持ってきたマローダーミニ2ですね。こちらのフラットライトのこちら、そうやね、こんな感じかな、同じぐらいの明るさにしましょうか。だからこれがマローダーミニ2のフラットライトで、こちらがウォーリアーウルトラのライトの背光ですよね。
って感じで、全然特性が違いますんでね、その辺を使い分けていただいた方がいいかなと思いますし、であくまでこれはタクティカルライト、戦術用ライトですので、ちょっと用途としてはね、どっちかというと護身用って言ったらまたちょっと言い方違うかもしれないんですけど、そういう戦術的ライトなんで、テールライトを使ってね、これタクティカルモードがありまして、半押しでターボのこういった消え方ができて、なおかつこれを強く押すとストロボになります。ですから持ち方としてはね、こういう持ち方をして、こう賊が来たらね、このライトを相手の顔に向けて強く押して、ちょっと目閉じますけどこんな風にものすごく眩しいんですよこれで。もう目つぶし状態になってますんで、やっぱひるむというかやっぱ直視できないんで、その間にちょっとね逃げるとかなんかできるかな。ちょっと僕ねタクティカルライトはあんまり得意じゃないんであれなんですけど、ポカポカしてながらこうどつくみたいな、こんなんしたらダメですよ。なんでこの先端がね、このアタックヘッドになってますんで、この窓ガラスもね割れるみたいですしこんなどつかれたらめちゃめちゃ危ないですからね。平時でちょっとこういうことをしないで、普通にね、このサイドボタンのこちらのボタンでね、こう普通に懐中電灯として使っていただくようにお願いします。一応製品の特徴ということでね、私タクティカルライターでこういうこと言ってますけど、護身用とかでね持ち歩くと捕まるらしいんで、お気をつけください。あくまでもこうやってね、周りを照らしてやるための懐中電灯として持って歩いてください。でちなみにこのタクティカルモードっていうのが、まず一つはこのテールスイッチを半押しでターボモード、さらに強く押し込むとストロボモードですね。このテールボタンを押しながらサイドボタンを押すことによってモードが切り替わります。半押しでミディアムかな、で強く押すとターボモードっていう切り替えもできます。そしてこの手が近づくと現行しますっていう安全設計もありますんでね。そして充電はマグネット式となっております。電池残量は 5000mAh となっております。そしてここにつけてるキーホルダー型のこちらのライト、これアイウルトラと言います。こちらの方もご紹介したいと思います。これはもう手軽なんですけども、80ルーメンというそんなにね明るくはないんですけども、こうやって取り外すだけで電気がつくようになっております。で強力な磁石によってこうやって電源がオンオフとなります。抜くとオンで、閉めるとオフという感じになっております。抜きますとこのようなライトとなってます。これは割とね80ルーメンといえど結構こうやって照らしておりますし、55分かな、これぐらいの電池残量はございますんで、ちょっとした鍵穴とかね、ちょっとした移動の時とかちょっとしたことに使えますんでよろしいかなと思います。充電はこちらキーホルダーつけた状態で充電ができる USB Type-C になっております。じゃあアイウルトラでこちら歩いて帰りたいと思います。このようにこちらはかなりフラットなライトになってますんでね、見やすいですし、で80ルーメンといえばね iPhone のそうやな、ちょっと前ぐらいのスマホのライトぐらいの明るさあるんかな。でもそれよりもこちらの方が背光的には広くて均一で明るくて見やすいかなと思います。はい、ということでこちらの紹介となっておりました。アイウルトラの方は1月中 20% オフになっておりますんで、どうぞご買い求めください。で概要欄の方に詳しくいろいろ書いてありますので、そちらの方からご覧ください。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。